朝から重い話題ね。大土町の山林火災。6日目でもまだ広がっているわ。6日も続くなんて、山荘市だと本当に手強いのだ。しかも避難や通行止めまで出てるんでしょ。それ、かなり気になるじゃん。じゃあ最初は、大土町の火災から行くのだ。今月22日に始まって、27日で6日目よ。鎮圧のめどは立っていないわ。山あいの小槌地区と、そこから南東におよそ10キロのキリキリ地区って、離れてるのに両方で燃えたよね。10キロも離れているのに続いているのだ。26日午前6時時点で、焼けた面積はキリキリ周辺が約1035ヘクタール、小槌地区が約338ヘクタール、合計およそ1373ヘクタールよ。数字だけ聞くとピンとこないけど、学校の裏山まで燃えたって話で一気に現実味が出るじゃん。県立大土高校のすぐ裏でも火が確認されたのだ。だから大土高校は28日まで休校になっているわ。通学路が使えないとか、授業より安全が先になるのは当然だよね。三陸自動車道も大土インターと山田南インターの間が上下線で通行止めなのだ。避難指示も町の人口の約3割、1558世帯3257人に出ているわ。危ない地域から離れてねって強めの合図だと思っておくといいわ。高齢の人や配慮が必要な人を町内の宿泊施設に移すのも大事だよね。鎮圧って火が完全に消えたってことではないのだ。違うわ。これ以上広がりにくくなった状態のことよ。じゃあ今は消火しながら見張りも続ける段階ってことか。県内の消防隊やヘリまで入ってるし、夜を定期しての作業が続いているのだ。次は富山の海辺で見つかった8年ぶりの A ランク蜃気楼なのだ。A ランクって見え方の評価が一番高いってことよ。しかも肉眼ではっきり見えたんでしょ。それかなりレアじゃん。蜃気楼って遠くの景色が伸びたり逆さに見えたりする現象なのだ。内陸の空気と海上の空気の温度差で光が曲がるから、そんな風に見えるのよ。じゃあ空に映る鏡みたいなものなのだ。その例えは少し違うわ。鏡じゃなくて空気が光を曲げてるのよ。でも橋が反転して見えるって聞くと脳がバグるじゃん。新港大橋がひっくり返って見えたなんて夢の中みたいなのだ。博物館では見え方を5段階で見ていて、今回は最上位の A ランクだったわ。2018年6月以来ってことは8年ぶりなんだよね。長く見えたからこそその評価になったのだ。そうね。短い一瞬だけじゃなく、しばらく楽しめたのが大きいわ。大型連休にかけて見えやすいっていうなら見に行く人も増えそうじゃん。僕、蜃気楼は写真みたいに空に張り付くものかと思っていたのだ。写真みたいに固定じゃないからこそ、見るたびに表情が変わるのよ。アーシなら見えた日はわざわざ海岸に出たくなるかも。空のいたずらみたいでちょっとした気分になるのだ。最後は原油を積んだタンカーが東京湾に着いた話なのだ。ホルムズ海峡って中東の原油を運ぶ上でかなり大事な細い海の通り道よ。そこが不安定になると別ルートを探さないといけないよね。だいたい調達って別の国やルートから原油を確保することなのだ。そうよ。コスモ石油がアメリカで調達して先月下旬に出たタンカーがパナマ運河を通ってきたわ。パナマ運河も通るなら世界をぐるっとつないでる感じがするじゃん。しかも14万キロリットル余り積んでいるのだ。27日にかけて海底のパイプラインで千葉県市原市の製油所へ運ばれる予定よ。製油所って原油をガソリンとかに変える場所だよね。僕、原油がついたらすぐガソリン代まで下がると思っていたのだ。そこはそんなに単純じゃないわ。けれど調達先が増える意味は大きいのよ。経産省も来月のアメリカからの輸入量が去年の4倍程度になる見通しって言ってるし、動きはかなり早いじゃん。去年の4倍ってかなり方向転換なのだ。私は供給が止まらないことが一番安心材料だと思うわ。みんなも燃料の流れが止まると生活にじわっとくるって想像できるよね。エネルギーの流れって海の波みたいに遠くの出来事がこっちにも響くのだ。ちょっと話を変えるね。富山って日本海に面してて、
他の三方は山脈で囲まれてるんだよ。海と山に挟まれてるの。景色が強そうなのだ。しかも昔は一旦石川県にまとめられた時期があって、その後分権運動で今の形になったんだよ。一度くっついて、また別れたので、事情が結構ドラマっぽいわ。そうそう。立山連峰とか、五箇山の合掌造り集落みたいな見どころもあるじゃん。海だけじゃなく山の顔もある県なのだ。今日は火事、空の不思議、それから原油の動きまで、かなり振れ幅が大きかったね。気になったら、高評価を押してくれると嬉しいわ。概要欄にもリンクあるから、見返したいところはそこからどうぞ。また次回も一緒に追うのだ。